皆さんどうもこんにちは。文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、今回は自作ライトスクリーンのご紹介をしたいと思います。で、今回使うのはこの幅60センチ、高さが40センチの水槽です。一見このままでもいいかなと思ったりするんですが、ライトの紐類が見えちゃってるんですよね。で、せっかくの水系の邪魔になってしまっています。それに水槽と壁までの距離も近く、壁紙の模様が気になるんですよね。ちょっと模様も特徴的なので余計に目立ちます。ライトスクリーンってかっこよくて憧れるんですけど、買うと高いんですよ。ADA のやつだと60センチレギュラーで22,000円。しかも特殊な水槽サイズには対応していない。この水槽の微妙な高さがあだとなり、格安品も売っておりません。ということで自分で作っていきたいと思います。今回の材料はほとんどいつもの端材屋さんで調達しました。詳細は概要欄にてご確認ください。まずは骨組みから作っていきます。こちらは端材屋さんで注文したポリカ板です。上から厚みが 5mm 幅 10mm 長さが 60mm が2つ、下が厚みが 5mm 幅 10mm 長さ 40mm が2つで、この4本で枠を作ります。その枠を支える裏側にはこちらのアクリル板を、こちらは白いアクリル板で幅 410mm、 奥行きが 600mm、厚さが 2mm で十分強度がありますし、これで十分です。ここに先ほどの枠を置いていきます。このように 5mm 幅を下向きに設置します。で、これ後でわかりますが、ちょっと反省ポイントがあります。この時点では気づかず進めております。最近は使い方も慣れてきたアクリル用接着剤。溶液を小瓶に移して流し込んでいきます。慣れるまでは扱いが難しいのが難点ではあります。傾けるだけで液体が出ますので、出しすぎにはご注意を。枠に沿って針の先を這わせていくようにするのがコツです。これぐらいの大きいアクリル板の方が扱いやすいですね。しっかり固着するまで時間を空けるよう指示がありますが、実際は数秒で接着します。一度固まると結構がっしりひっつきます。失敗したとしても数分程度ならなんとか外せます。枠ができたら漢字のライトを設置します。このライトが最大の反省ポイントです。このテープライト、スマホで色を自在に変えられて Amazon のセールで1199円という格安で購入ですが、ゴミになりました。安いからといって飛びついたらダメですね。まずはこちらの圧倒的既視感のあるリモコン。メイドインチャイナは大体こんなやつですよね。ゴミになるんですが。で、続いてはこちらのレシーバー。なんかこれボタンがいろいろついてますよね。ゴミになるんですよね。で、こちらがテープライト本体。昔のフィルムを彷彿とさせるこのフォルム。ゴミになっちゃうんですけどね。で、このテープライト、私の用途に合わないポイントが2つ。まずこんな感じで LED のチップとチップの間が広すぎたんですよね。こんなに隙間があると綺麗な線状の光にならないんですよ。で、もう1点はテープカットできる間隔が長すぎる。多分1メートル間隔ぐらいでしかカットできないので、極端に余ったり足りなかったりします。これはかなり致命的です。あと先ほど言及したこの枠の問題点、それがテープライトの配線を逃がすところがないんですよ。実はこれは分かっていて背面のアクリルに穴を開けようと考えていました。ただテープライトの接続パーツが思ったより大きかったということで、枠の一部をカットすることに。これなら最初から少し短くオーダーしておけばよかったんですよね。実はそうすることで強度が落ちると思いあえてしなかったんですが、実際はカットしても想像以上に強度があるので問題はありませんでした。で、さすがにカッターだとポリカ板は切れない。糸のこならなんとかカットできそうです。これなら配線を逃がせそうですね。皆さんは注文する際に一つだけ 5mm ほど小さいサイズにすることをお勧めします。で、あとはテープライトを貼り付けていくわけなんですが、改めて見ても圧倒的隙間感。だいたいどうなるかは予想できると思いますが、一応点灯してみます。でしょうね。つける前からこうなることは分かっていました。しかもこんな風にカットできずだいぶ余ってしまいました。この時点でもう失敗だと確信していましたが、せっかくなので設置してみようと思います。で、ここから蓋をするわけなんですが、背面と同じくアクリル板で乳白色になります。厚みでかなり悩みましたが 3mm を選択しました。これも実は反省ポイントで 2mm にすればよかったんですね。3mm だと厚すぎて光をかなり抑えてしまう。1mm だと薄すぎる気がするので 2mm がベストだと思います。こうなるわな。鏡をつけたら女優ライトの出来上がり。で、私は一体何を作っていたんでしょうか。ただでももしかしたら反射板をつけていないせいかもしれません。で、こちらを急いで買ってきました。アルミ板です。近所のホームセンターで買ってきました。
やっぱりこれに光を反射させるためには必要だと思います。のり付きでハサミでカットできるし扱いやすいんですが、これも簡易な反射板となってしまうのでベストではありません。少し値段は張りますが、アクリル板ミラーというものもあります。最初からそちらを買っていればさらに性能アップしていたと思います。と、ここまで反省ポイントばかりですが、実際に自分で作っているから気づくことってありますよね。おそらく次回は完璧なスクリーンライトができそうです。でも次回を見据えながら制作してしまっています。反射板ありで点灯してみたいと思います。多少マシにはなりました。ただやはり女優ライトの息は出ませんね。せっかくここまで来たので試しにやってみたいということで、こちらのバスコークで接着してみたいと思います。失敗したら外しやすいのでこちらで接着します。というか失敗は見えているので軽く仮止め程度にします。テープライトの耐久性もそんなに高くないので、ここは後で外せる接着剤をおすすめします。で、最後に先ほどの乳白色のボードを乗せて一旦完成となります。で、設置方法なんですが、こんな L 字金具を水槽台と水槽マットの間に入れます。こうすることでライトスクリーンを挟み込む格好ですね。あとは仮作成したライトを設置するだけとなります。さあ、では皆さんいきますよ。盛大に失敗してみましょう。やっぱり、でも思ったより悪くはないです。ただ肉眼で見ると電球の玉が目立ってげんなりします。ということで数日後、Amazon で別のテープライトを購入しました。こちらは前回の反省点を生かしたライトです。調光こそできませんが、光が1本の線となり、また5センチ単位で自由にカットできるライトです。これでダメならもう一生やりません。緊張のスイッチオン。これはめっちゃいいんじゃないでしょうか。色温度は6000ケルビンで白い光が思った感じに線状に、価格も1399円と安くて素晴らしい乳白色のボードを乗せて点灯してみます。これはほぼほぼ完璧では。やはり多少厚みのせいで減光されていますが、これは私が求めていたクオリティです。いや、もうこの時点でほぼ成功を確信しました。これだけでもいいと思いますが、さらにこんなものを用意。青いアクリル板、厚さ 2mm です。これを重ねることで自然な青を演出できます。これも反省ポイントがあります。実は注文する際に色を間違えました。これはスカイブルーという色ですが、本当はライトブルーというもっと薄い色を注文したかった。これでもライトをつければいけるかもしれません。早速試してみます。いきますよ。オン。ちょっと言葉を失ってしまいました。これは想像以上の出来かもしれません。まだつくよみ LED をつけてない状態なんですが、幻想的で怪しげな雰囲気がこの水槽に合っています。水槽の縁のガラスがライトアップされてさらにいいですよね。私が求めていた感じになって、この瞬間感動してしまいました。つくよみ LED をつけた状態がこちらです。これはちょっとおすすめしたいレベルかもしれません。一時は失敗をご報告するしかないと意気消沈していたんですが、この出来はちょっと自慢したくなっちゃいました。ちなみに青いボードを取ったらこんな感じです。これはこれでいい感じですよね。襟へのグラデーションフィルムを使ってもいいと思いますし、気分に合わせてアクリル板を変えても面白いかもしれません。こんな感じで水槽の縁がライトアップされます。水槽が浮き上がって見えてめっちゃ綺麗ですよね。一応あとはボードをまたバスコークで接着したら完成となります。My best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me.
はい、ちなみに上側については留め具がないのでグラグラです。私は水槽の蓋としてポリカバンを使っていまして、それと大体高さを揃えたスクリーンとテープで接着しておきます。透明のテープなので目立ちませんが、もう少し工夫が必要かもしれません。一旦こんな感じで簡単に留めておきます。というわけでいかがだったでしょうか。個人的には大満足な結果となりました。この枠については木で作ってもいいとは思いますが、こちらもアクリルで統一する方が仕上がりは上です。一応最後にかかった金額についてご紹介しておきます。But I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me through. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. はい、一応接着剤とかは自前のものを使ったので金額には入れていません。1万円以下でこのクオリティは結構いいんじゃないかと思います。見た目も悪くないのでかなりおすすめです。ということで本日は自作ライトスクリーンのご紹介をしました。本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。